皆さんこんにちは。今回はリバイブドレギオンで実装された最強汎用カードと名高い新カードリトルナイトを採用し、さらに強化した遠征騎士デッキをご紹介します。まずは新しい展開ルートのデュエルをご覧ください。オジエと聖剣カードの展開ルートがリトルナイトにより強化されました。まずはオジエを召喚し、ティルパンを墓地へ送ります。装備カードをオジエへ装備し、墓地のティルパンを特殊召喚します。オジエとティルパンの2体で聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚します。天命の聖剣の効果を発動し、イゾルデへ装備します。イゾルデの効果でネオスをサーチします。イゾルデの効果を発動し、アルマスを墓地へ送り、リッチャルデットを特殊召喚します。リッチャルデットの効果を発動し、墓地のオジエを特殊召喚します。リッチャルデットとオジエの2体で聖剣をめぐる王妃アンジェリカをシンクロ召喚します。アンジェリカの効果で大聖剣博物館を手札に加えます。墓地のオジエの効果を発動し、アンジェリカの効果を発動します。デッキからゴッドフェニックスを墓地へ送り、自身を除外、ローランを特殊召喚します。大聖剣博物館の効果を発動し、デュランダルを手札に加えます。デュランダルをローランへ装備し、効果を発動、リナルドを手札に加えます。リナルドを特殊召喚し、アルマスを手札に加えます。アルマスをローランへ装備し、ローランとリナルドの2体で最強汎用カード、リトルナイトをリンク召喚します。アルマスの効果でゴッドフェニックスを手札に加えます。ゴッドフェニックスの効果を発動し、アルマスを除外し、自身を特殊召喚。ゴッドフェニックスの効果用として、墓地のローランを攻撃力の低いイゾルデへ装備し、ターンエンドです。リトルナイト実装により、リトルナイト、ゴッドフェニックスの2妨害構えることができ、盤面も強化できています。お相手は5枚の伏せカードでターン終了です。こちらのターンで、ウェルカムラビリンスを発動し、アリアンナを特殊召喚。次に、ビッグウェルカムラビリンスを発動し、姫様を特殊召喚。アリアンナを手札に戻し、姫様の効果を発動してきますが、ゴッドフェニックスの効果で無効破壊します。ここでお相手の方が降参されました。対戦ありがとうございます。それではデッキ紹介です。前回からマスカレーナとリトルナイトを入れ替えました。リトルナイトの召喚条件は、効果モンスター2体と緩い条件でリンク召喚できます。2の効果は自分のターン、相手のターン、それぞれで使用することができ、相手の効果が発動したとき、自分フィールドのモンスターと相手モンスター1体を対象に、エンドフェーズまで除外することができ、相手の展開を妨害することができます。リッチャルデットの効果は戦士族モンスターの制限がつきますが、リトルナイトは戦士族のため遠征騎士との相性も良いです。次にさらに上振れ展開できたリトルナイト展開をご紹介します。まずはオジエを召喚し、ティルパンを墓地へ送ります。装備カードをオジエへ装備し、墓地のティルパンを特殊召喚します。オジエとティルパンの2体で聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚します。今回は手札にネオスがいるため、ブラダマンテをサーチしました。イゾルデの効果を発動し、アルマスを墓地へ送り、リッチャルデットを特殊召喚します。リッチャルデットの効果を発動し、墓地のオジエを特殊召喚します。リッチャルデットとオジエの2体で聖剣をめぐる王妃アンジェリカをシンクロ召喚します。アンジェリカの効果で大聖剣博物館を手札に加えます。大聖剣博物館の効果を発動し、デュランダルを手札に加えます。墓地のオジエの効果を発動し、アンジェリカの効果を発動します。今回は手札にゴッドフェニックスがいるため、デッキからモージを墓地へ送り、自身を除外、ローランを特殊召喚します。モージの効果を発動し、3枚デッキへ戻し、1枚ドローします。デュランダルの効果を発動し、リナルドを手札に加えます。リナルドを特殊召喚し、アルマスを手札に加えます。墓地のモージを装備し、大聖剣博物館の効果で特殊召喚します。ローランとモージの2体で遠征騎士帝シャルルをシンクロ召喚します。手札のゴッドフェニックスの効果を発動し、デュランダルを除外し、自身を特殊召喚。墓地のローランをシャルルへ装備し、リンク1、シャルル大帝をリンク召喚。シャルル大帝の効果でシャルルを装備します。アルマスをリナルドへ装備し、イゾルデとリナルドの2体でリトルナイトをリンク召喚。アルマスの効果で再びリナルドを手札に加え、次ターンに備えます。
エンドフェーズでシャルル大帝の効果を発動し、アルマス、オリビエを装備してターン終了です。ブラックホールを使われましたが、シャルルの効果で無効にします。参戦の際で2枚ドローされ、ルベリオンの効果を発動してきましたので、ゴッドフェニックスの効果を発動し、無効破壊します。残る妨害はリトルナイトとシャルルの破壊効果の2つになりました。死者蘇生で墓地のシャルルを蘇生されました。オルタナティブホワイトドラゴンが出てきましたので、墓地のローランの効果を発動し、ゴッドフェニックスへ装備。シャルルの効果を発動しようとしますが、相手のシャルルに同じ効果を発動されてしまいました。こちらのシャルルでオルタナティブホワイトドラゴンを破壊。相手のシャルルでこちらのシャルルが破壊されてしまいます。カードが破壊されたことでブルーアイズジェットドラゴンが出てきました。ジェットドラゴンでバウンスされるのは厄介なので、リトルナイトの効果を発動し、自身とジェットドラゴンを除外しておきます。アンジェリカが攻撃対象に取られたので、ネオスの効果を発動。アンジェリカの効果も発動し、ティルパンを墓地へ送ります。特殊召喚したネオスは戦闘では破壊されません。エンドフェーズでアンジェリカとリトルナイト、相手のジェットドラゴンが戻ってきます。こちらのターン、リナルドとゴッドフェニックスのコンボを使っていきます。リナルドを特殊召喚し、墓地のアルマスを回収。アルマスをリナルドへ装備したところで相手のシャルルが効果を発動。ゴッドフェニックスで止めますが、ジェットドラゴンの効果により破壊はできません。リナルドとゴッドフェニックスの2体でフルールドバロネスをシンクロ召喚します。墓地のアルマスの効果を発動し、ゴッドフェニックスを回収。アルマスを除外し、ゴッドフェニックスを特殊召喚します。墓地のローランを装備してバトルフェーズへ移行します。ゴッドフェニックスの効果でジェットドラゴンを装備し、モンスターを破壊。残りのモンスターで攻撃して勝利です。対戦ありがとうございました。最後に前回紹介できなかったモルドレッドと遠征剣カードの組み合わせによる展開ルートをご紹介します。モルドレッドに遠征剣を装備します。モルドレッドの効果を発動し、モージを特殊召喚します。モルドレッドとモージの2体で聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚します。イゾルデの効果でデッキからネオスをサーチ。イゾルデの2つ目の効果でジョアユーズを含む4枚の装備魔法をデッキから墓地へ送り、オジエをデッキから特殊召喚。手札にティルパンがいるので、オジエの効果ではデュランダルを墓地へ送ります。墓地のモージをイゾルデへ装備し、手札のティルパンの効果を発動します。オジエとティルパンの2体で聖騎士王アルトリウスをエクシーズ召喚します。アルトリウスの効果で墓地のデュランダル、ジョアユーズ、カリバーンを装備します。カリバーンの効果でライフを回復。手札にリッチャルデットがいるので、デュランダルの効果でリナルドをサーチします。イゾルデとアルトリウスの2体で支援のトガ姫をリンク召喚。装備モンスターが墓地へ送られたことでジョアユーズの効果を発動。手札からリッチャルデットを特殊召喚します。リッチャルデットの効果を発動し、墓地からモージを特殊召喚。リッチャルデットとモージの2体で聖剣をめぐる王妃アンジェリカをシンクロ召喚します。モージの効果を発動し、3枚のカードをデッキに戻し、1枚ドローします。次にアンジェリカの効果を発動し、大聖剣博物館をサーチします。墓地のティルパンの効果を発動し、アンジェリカの効果を発動。デッキからゴッドフェニックスを墓地へ送り、自身を除外。ローランを特殊召喚します。大聖剣博物館の効果を発動し、デュランダルをサーチ。墓地のオジエの効果を発動し、ローランへ装備。大聖剣博物館の効果を発動し、オジエを特殊召喚。ローランとオジエの2体で遠征騎士帝シャルルをシンクロ召喚します。トガ姫の効果を発動し、ゴッドフェニックスを特殊召喚。墓地のローランを装備し、シャルルの効果を発動。トガ姫を破壊します。リナルドを特殊召喚し、墓地のアルマスを回収。アルマスをリナルドへ装備し、リナルドとゴッドフェニックスの2体でフルールとバロネスをシンクロ召喚します。
アルマスの効果を発動し、墓地のゴッドフェニックスを回収。ゴッドフェニックスの効果を発動し、アルマスを除外し、自身を特殊召喚します。シャルルを素材に、シャルル大帝をリンク召喚。シャルル大帝の効果を発動し、シャルルを装備します。エンドフェーズでエンジェリング、オリビエを装備してターンエンドです。今回は手札にリチャルデットがいたので、デュランダルからリナルドサーチ、トゥルールとバロネスまでつなげることができましたが、手札にいない状態でもシャルル大帝の2妨害、ゴッドフェニックスの1妨害、エンジェリングの1妨害、トガ姫の1妨害で計5妨害構えることができます。それではデュエルに戻ります。トガ姫の効果を発動、アンジェリカの効果を発動し、リチャルデットを墓地へ送り、相手モンスターを破壊します。爆矢が出てきて効果を発動しますが、ゴッドフェニックスの効果で無効破壊します。アークネメシス・プロートスが出てきて、こちらの炎属性モンスターを破壊しようとしてきたので、バロネスの効果で無効にします。エンドフェーズでシャルル大帝の効果を発動し、エンジェリングを装備したところでお相手の方がサレンダーされました。対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今回は新規カードリトルナイトを採用し、さらに強化した遠征騎士デッキをご紹介しました。次回はさらに新規カードを採用した展開をご紹介したいと思います。今後も新しい可能性を発掘して動画投稿していきますので、グッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。